今回の動画では近日中の開催が予想されているサイドストーリー、孤島風雲マンスフィールドブレイクのイベント内容や同時期に実装されるオペレーターの概要を紹介していきます。孤島風雲マンスフィールドブレイクは先日開催されたイベントマリアニアールと同じサイドストーリー形式のイベントで、アークナイツでは大型イベントに分類されるイベントとなっています。イベントボリュームに関してもマリアニアールとほぼ同じものと言えるでしょう。ドクターは工場のてっぺんと呼ばれるポイントをイベントステージやイベント任務から獲得し、イベントショップにて様々なアイテムや素材と交換することがイベントの主な目的となります。なお、工場のてっぺんもこれまでのサイドストーリーの例には漏れず、イベントステージ以外ではドロップしないので、イベントが開始される週の殲滅作戦はイベント開催前に終わらせておくことをお勧めします。イベント報酬は配布オペレーターであるロビンや育成素材、論面兵などとなっており、論面兵を無限に交換することができる枠も存在しています。そのため、通常ステージよりも多くの論面兵を入手することができ、イベントステージでの素材ドロップ率も通常と比べてかなりいいため、イベント期間中は基本的にはイベントステージをひたすら周回することとなります。今度はどんなところに行くんだろうな。今回のイベントで配布されるオペレーターは特殊オペレーターであるロビンとなっており、ロビンは新たなジャンルとなる罠設置型の特殊オペレーターとなっています。常に複数個の罠をステージに設置し、敵を迎え撃つという公兵のような性能を持ったオペレーターと言えるでしょう。地雷はドクター自身が設置する必要があるため、非常に忙しいオペレーターではありますが、やり方次第ではロビンだけで敵を完封することもできるというポテンシャルを秘めたオペレーターでもあります。その他の大まかなスキル内容などについては、後ほど他のオペレーターと一緒に紹介をします。続いて、孤島風雲で開放されるイベントステージを紹介。通常ステージでは全部で11個のステージが開放されることとなり、そのうちの1ステージはチュートリアル、2ステージはストーリーのみ、8ステージがストーリーと戦闘を含む通常のステージとなります。ポイントとなる工場のてっぺんは、チュートリアルやストーリーを除くすべての通常ステージで理性1に対して1つドロップします。ですので例えば MB8 であれば、工場のてっぺんは星3クリアを1回するごとに18個ドロップすることとなります。さらに今回の通常ステージでも素材はドロップし、MB6 から MB8 でドロップする中級桃源、中級アケトン、中級異鉄は大陸版の統計サイトによれば全ステージ中最高クラスの効率となっています。どの素材も日本版でこれまで開催されてきたイベントと並んで最も高いドロップ率となっていますが、特筆すべきは MB6 のクリア速度となっており、最短クリア時間は理論値であれば鈍速で 46.5 秒、倍速であれば23秒程度という凄まじい速度で周回することが可能となっています。この速度を実現するにはかなりの連動を求められ、また信頼度のための少人数周回はできなくなりますが、信頼度稼ぎと高速周回を両立させた編成でも倍速で1分を切ることは可能なので、非常に時間効率が良いステージとなっています。なお、中級アケトン以外の素材は先行している大陸版でも効率よく入手できるイベントは孤島風雲が最後となっている状況なので、中級桃源と中級異鉄は今回のイベントで多く集めておくことをお勧めします。いずれにせよ、今回のサイドストーリーも例には漏れずドロップ率はいいので、石割りをするのであればこのイベント開催中にすることをお勧めします。孤島風雲はサイドストーリー形式のイベントのため、これまでと同じく EX ステージが用意されています。EX ステージは通常8ステージ、強襲8ステージとこれまでのスタイルから変更はなく、勲章の入手には EX ステージの強襲すべてをクリアする必要があるため、最近始めた新米ドクターにはやや厳しいかもしれません。続いて、孤島風雲で登場する新たなギミックを紹介。孤島風雲はマンスフィールドと呼ばれる刑務所が舞台となっており、マンスフィールドに収容されている囚人は荒くれ者たちばかり。この囚人たちを拘束、無力化する装置たちが今回のギミックとなります。まずは拘束装置から紹介。今回の敵となる囚人たちは体のどこかに拘束装置を取り付けており、今回紹介する敵であれば首に灰色の首輪を取り付けています。
この高速装置が機能している間は敵の攻撃力は大幅に低下した状態となりますが、高速装置は敵が一定回数攻撃を行うなどすることで解放され、敵の戦闘能力が向上、攻撃力の上昇だけでなく特殊能力を使い始める敵も存在します。そしてこの解放状態は基本的には解除されることはないため、解放状態となる前に遠距離から敵を倒していくか、近接戦になっても素早く敵を倒すことが推奨されます。そしてもう一つのギミックとなるのがプルムの左右にある高速装置で、高速装置は SP と配置コストを消費することで囚人たちに閃光を照射し、一定時間のスタンと解放状態の敵を再び高速状態にすることができる効果を持ちます。ただ注意すべき点として、高速装置は敵を高速状態に戻すことはできるものの、高速状態の敵の解放までのカウントをリセットすることはできません。つまり高速状態の敵があと1回攻撃を行うことで解放されるという状況なのであれば、高速装置は敵にスタンのみを付与、スタン解除後の攻撃で解放状態へと移行するというわけです。そして高速装置にも体力が設定されており、敵の攻撃によって破壊されることもあるため、状況次第では高速装置を守る配置をする必要もあるでしょう。以上が五島風雲にて登場するギミックとなります。続いて今回のイベントにて新たに登場する敵たちを紹介。今回のイベントは先述したようにマンスフィールド刑務所が舞台となっているため、敵ユニットもマンスフィールド刑務所に収容されている囚人たちが中心となっています。強靭な囚人は高い HP と中程度の攻撃力と防御力を持つことが特徴の敵で、ステータスはやや高めではありますが、高速状態の時は攻撃速度が遅くなっているのでさほど脅威にはなりません。しかし解放状態となると攻撃速度は高速時の2倍となり、実耐性と攻撃力が大きく上昇、さらに HP が毎秒150ずつ回復するようになります。そのため解放状態時は元々の防御力も相まって遠距離攻撃が効きづらくなってしまい、一気に厄介な相手となってしまうので、相手がこちらに近づき味方オペレーターを攻撃し始める前に決着をつける必要があります。狙撃囚人は名前の通り弓を使って遠距離から攻撃を仕掛けてくる敵ユニット。 HP こそ5000以上あるためやや耐久力はありますが、防御力も攻撃力もかなり低く、高速時はオペレーターにとっては大きな脅威にはなりません。ただ狙撃囚人の問題は遠距離から攻撃を仕掛けてくるため、解放状態になることを防ぐことがかなり難しく、さらに解放後は攻撃速度が高速時の2倍かつ攻撃力は大きく上昇し、術攻撃へと変化します。そして最も厄介なのが、解放後は高速装置を優先して攻撃するようになるという点。狙撃囚人は大量に出現することも多々あるため、きちんと対策をしなければ一瞬で高速装置は破壊されてしまうので、高速装置を使うつもりなのであれば狙撃囚人は素早く対処していく必要があります。重犯罪者は非常に高い HP と高い攻撃力、防御力を持つ敵ユニットで、高速状態の時は他の囚人たちと同じく攻撃能力は大きく低下していますが、その代わり防御力が上昇しており、並大抵の物理攻撃は通用しません。解放後は防御力の強化は消滅しますが、その代わりに攻撃速度が他の囚人たちと同じく高速時の2倍に。そして最も厄介な点は、重犯罪者が解放されたタイミングでステージにいる他の囚人の高速も解放されてしまうため、敵の戦闘能力が大きく上昇してしまうこととなります。幸い高速時は防御力は高いものの術耐性は全くなく、移動速度もそれほど速くはないので、術師がいれば解放前に対処することができるでしょう。今回の敵ユニットはこのように高速と解放が重要となっており、一部を除いて術耐性はほとんどありません。つまり近接に持ち込まないと解放できない敵ユニットに対して、術師オペレーターは特攻とも言えるような威力を発揮するので、術師オペレーターが不足していると感じているドクターは、五島風雲開催前に重点的に術師を育成しておくことをお勧めします。続いて勲章システムについて紹介。今回のサイドストーリーでもこれまでのサイドストーリーと同じく勲章が存在しており、一定の条件を達成することで勲章を獲得することが可能となっています。
実際のテキストとは異なる点もあるかとは思いますが、獲得条件は上記の通りとなります。以上が今回のイベントで入手することができる勲章と入手条件になります。続いて今回のサイドストーリーで展開されるストーリーの概要を紹介。今回のサイドストーリーの舞台となる場所はクルビアが所持している移動都市と同じ原理で大地を歩く刑務所、マンスフィールド刑務所となっています。マンスフィールド刑務所にはマウンテンことアンソニーが収容されており、今回のストーリーではこのアンソニーをめぐってクルビアの様々な企業が思惑を張り巡らせるという暗躍的なストーリーとなっています。自由があるために様々な問題が引き起こされてしまうクルビアの闇とも言える部分も垣間見ることができるでしょう。以上がサイドストーリー孤島風雲マンスフィールドブレイクのイベント内容の紹介となります。続いて同時期に実装される可能性のあるオペレーターを紹介。孤島風雲の同時期にはロビン、パインコーン、カフカ、マウンテンの4人が実装されるものと思われます。ロビンのみが孤島風雲の配布オペレーターとなっており、それ以外のオペレーターはスカウトでの入手となっています。なお、今回のイベントスカウトはスタンダードスカウトとなっているので、イベント終了後もロビンを除く上記のオペレーターを入手することは可能です。それでは画面左から順に紹介をしていきます。はじめまして、ドクター。新人オペレーターのロビンです。お金に困っているので、よかったらたくさん使ってください。ロビンは今回のサイドストーリーのストーリー内でも登場する人物の一人で、とある理由からマンスフィールド刑務所に収容されています。一身上の理由から常に金銭面での困りごとが多く、ロドス加入前は特に苦労をしていたようで、その影響からか表情は常に曇りがちとなってしまっています。ロドス加入後はある程度は金銭面の苦難は緩和されたようですが、それでもまだ様々な事情から苦しいことに変わりはなく、精神面的な意味でもドクターの助けが必要な人物と言えるでしょう。こんなに早く昇級できるの？助かる。ありがとう、ドクター。ロビンは戦術したようにこれまでにはいなかった地雷をステージに設置し、その地雷の上を通った敵に対してダメージを与え、さらにスキルによっては相手をスタンさせたり押し出したりすることができるという公兵のようなオペレーターとなっています。地雷設置時はコストを消費しますが、自動発動するスキルが発動するごとに地雷は補充されていくので、召喚補助などのように設置物が尽きるということはなく、ロビンが配置されている限りは延々と地雷を設置し続けることができます。また、地雷は配置枠も使用しないため、端的に併用するのであれば、コストを支払うことでどこに配置するかをプレイヤーが指定できるダブルの地雷と言えます。今回の囚人たちのような離れた場所で敵を処理したいという場合には大きな活躍が見込めるでしょう。ただ、プレイヤーが地雷を設置するという使用上、非常に忙しいオペレーターではありますが。コードネームはパインコーンです。今日からロドスで働かせていただきます。私の携帯用バッテリーを見かけませんでしたか？パインコーンはクルビアの一般的な家庭に生まれた少女で、今回のストーリーではカフカの手当たり次第の勧誘によって状況がよくわからないまま事件に巻き込まれてしまった人物です。性格は非常におっとりとしていながらも、簡単な修理や補修程度なら正確かつ素早くできるという、いわば町の電気屋さんがやるようなことであれば非常に信頼のおける腕前を持っており、ロドス加入後もそういった補修や点検を中心とした作業を行っているようです。ただ、相変わらず頼まれた仕事を忘れてしまったり、工具をどこかに置き忘れてしまったりとかなり抜けていることに変わりはないようですが、とはいえ、クロージャからも仕事の依頼をされているあたり、ロドスでも優秀なエンジニアオペレーターとして見られているのでしょう。また昇進ですか？ドクターも度忘れすることあるんですね。前にも私が昇進だって。
前とは違う？わかりました。ドクターの判断はいつでも正しいですから。では、いつ出発しますか？ファインコーンはイグゼキュターやアオスタと同じ単射程範囲型の狙撃オペレーターで、近距離の複数の敵に大ダメージを与えることを得意としています。全体的に癖がないオペレーターとなっており、スキル1は通常時よりも上昇したダメージを与えながらも防御力を無視するためかなり高いダメージを出すことができ、さらにはチャージが可能なためラッシュにも対応することが可能となっています。また素質によって配置後60秒間は SP 回復速度が最大で 1.5 倍となるので、コストの高さから展開が遅いという単射程範囲狙撃の弱点の一つもカバーされているという、飛び抜けた部分はありませんが、どの場面でもそつなく敵を処理してくれる性能を持っています。特に手入れ足割りのような火力が不足しがちな場面での大量の雑魚敵処理では非常に活躍をしてくれるでしょう。カフカに何の用？ちょっと、こんな大勢の前で言っちゃダメでしょ。普通の演芸師として扱ってよ。カフカは今回のサイドストーリーのストーリーでは中心となる人物の一人であり、とある事情からマンスフィールド刑務所に収容されています。常にニコニコしている人物ではありますが、同時に常に嘘っぽくわざとらしい言動が目立ち、何を考えているのかが分かりづらいため、他のオペレーターたちからの評判はあまり良くはないようです。とはいえ、この性格もロドス加入前の生活環境が影響しており、何を考えているのか分かりづらいわざとらしい性格が処世術の一つだったのでしょう。ただ、実際は心を開いた人に対してであれば、誠実な対応ができる人物でもあるので、同じ植物を扱う者同士、タヒューマーとの仲はいいようです。演芸も戦いも褒められるために始めたわけじゃないよ。でも、ドクターやみんなにカフカの努力を認めてもらえるのってやっぱり嬉しいな。カフカはクラベルやレッドなどと同じ高速再配置型の特殊オペレーターですが、他の高速再配置とは異なり、素質によって差し込みで敵をブロックすることはできず、一時的な遠距離攻撃のおとりとしても運用することはできません。そのためカフカは他の高速再配置とは全く異なる運用が求められ、スキル1であれば相手を眠り状態にしての時間稼ぎや、スキル2では重装や前衛のさらに後ろからの攻撃や、5の3のような一定時間移動しない遠距離系の敵を遠方から攻撃するといったトリッキーな運用が求められるオペレーターとなっています。そして現状だと唯一の高速再配置で術攻撃ができるオペレーターとなっているので、ボムとしての運用も考えられるかもしれません。いずれにせよ、これまでにはいなかった性能を持つオペレーターとなっているので、新たな戦術の幅を増やしてくれることでしょう。ロドスに救われた以上、こちらも誠実なところを見せなければいけませんね、ドクター。私のターゲットはライン生命のとある部署です。あなたたちの友好関係を壊されたくなければ私を追い出せばいい。今ならまだ間に合うでしょう。マウンテンはマンスフィールド刑務所に収容されている人物で、本名はアンソニー。今回のマンスフィールド刑務所にて発生した事件の中心的な存在です。非常に大柄な体格や気迫ある顔つきとは裏腹に礼儀正しい人物であり、喋りは常に敬語、相手を最大限まで尊重する接し方をするため、ギャップが凄まじい人物とも言えるでしょう。しかし、戦闘時や気持ちが高ぶった時の態度はいつもの紳士的な対応とは異なり、言葉遣いは粗雑となり、凶暴な一面を見せることもあります。とはいえ、あくまでもその凶暴な一面を見せる相手は自分勝手な人物に対してが多く、マウンテンは感情の制御をうまくできる人物なのでしょう。ドクター、目をそらすな。冷静沈着に見える仮面を剥ぎ取った姿、これこそが真実の私。血にまみれた暴虐と破滅だ。そんな私を見定めて友人になってもらおう。マウンテンはインドラやフリントなどと同じラッシュ型単体前衛オペレーターで、先方並みのコストと高速攻撃を得意としたオペレーターです。最大の特徴はスキル2にあり、スキル2発動中は防御力が低下し攻撃範囲も縮小してしまいますが、
攻撃数とブロック数が上昇、リジェネ効果が付与、さらにブロックしている敵すべてを攻撃するようになります。スキル発動中はコスト面から言えば他の追随を許さないとしか言いようがない火力を叩き出し、通常のステージでは先方の役目を奪ったと言われるほどには凄まじい戦闘能力を見せます。本来ラッシュ型前衛は他の前衛にはどうしても火力で劣ってしまうため、ステージ終盤では差し込みでの運用が多くなってしまうのですが、マウンテンは1ルートを短期でも防ぎきれるほどの火力と耐久力を持っており、いわば先方並みのコストで範囲前衛クラスの殲滅力を持っています。そしてスキル2の効果はシルバーアッシュのスキル2のように切り替え型となっているため、実質無制限かつ配置後わずか数秒で発動させることができるので、初動が遅いということもありません。弱点らしい弱点といえば、防御力が高い相手は苦手ということですが、防御力が500や600程度の相手であれば手数で押し切ってしまうため、団体医療並みのリジェネもあり、マウンテンが押し切られるということはほぼないでしょう。総じて初動の殲滅力を大幅に上げてくれるので、非常におすすめのオペレーターです。続いて、同時期に実装される可能性のあるコーデを紹介。以上が同時期に実装される可能性のある専用コーデとなります。続いて同時期に実装される家具テーママンスフィールド囚人室を紹介。
以上が同時期に実装される各テーマとなります。なお、今回のアップデートにて各オペレーターたちが主人公となるミニストーリー、オペレーターレコードと各オペレーターに用意された専用のステージを固定編成でクリアするパラドックスシミュレーションが実装されるものと思われます。今回、オペレーターレコード及びパラドックスシミュレーションが追加されるオペレーターは、12F、白雪、エイヤフィアトラ、ファントム、クルース、ブローカ、ロープ、ケオベ、ファイヤーウォッチ、プロバンスとなります。なお、オペレーターレコード及びパラドックスシミュレーションの詳細な仕様については、先日公開した8章の解説動画にて27分45秒頃から紹介をしているのでそちらをご覧ください。続いて人物ファイルのアップデートについて紹介。人物ファイルのアップデートは名前通り、オペレーターの相関図を表す人物ファイルをよりわかりやすく詳細にしたもので、これまでは例えば宴や月の儀のような出身が極東と判明していたにもかかわらず、極東というカテゴライズがなかったため、無理やりロドスの勢力になっていたオペレーターや、ワイフーやウンのように B 探偵事務所という明確な所属先があったにもかかわらず、論面の勢力として一緒くたにされていたオペレーターたちが本来の勢力で今回のアップデートでは分けられることとなります。つまり論面であれば、これまでは B 探偵事務所も論面近衛局も一緒くたに論面勢力にされていたところを、論面という大カテゴリーの中に B 探偵事務所と論面近衛局、ペンギン急便という小カテゴリーができるわけです。そしてオペレーターたちのつながりがより明確に表記されるようになり、例えば画面に映っている白雪のような複数の勢力にまたがっているオペレーターは、勢力の枠を超えての関係が表示されるようになり、スカイフレアとミントのような深い関わりがあっても、現状では線が引かれていないオペレーターには、新たに線が引かれることとなります。一方で関わりが明言されていても、未だに線が引かれていないオペレーターもいるので、参考資料としてはまちまちなところはありますが。最後に、スケジュール通りであれば少し先にはなりますが、新たな殲滅依頼。北限氷風廃城について紹介。北限氷風廃城は、現在開放されている殲滅依頼ステージ、大騎士領郊外の次に開放される殲滅ステージで、メインストーリー4章から7章までの敵が連続で出現するステージとなっています。難易度はかなり高い。というよりは理不尽極まりないステージとなっており、クリアはともかくとして自動化がかなりめんどくさいステージとなっています。正直なところで言えば、一定数のプレイヤーはこのステージの自動化を安定させることは困難を極めるでしょう。北限氷風廃城中の殲滅作戦は、幽門市街を回ることを一行するのもいいかもしれません。実際、あまりにも殲滅作戦に適していないステージという評価を受けてか、大陸ではこのステージの次の殲滅依頼のステージが実装1ヶ月以上前に公表されるという、かなり異例の対応が取られていました。投稿者自身も殲滅ステージでは正直一番嫌いなステージです。以上がサイドストーリー、孤島風雲、マンスフィールドブレイクと同時期に実装されるオペレーター及び専用コーデの紹介となります。この動画が良ければ動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。